皆さんこんにちは、はるかです。私は今ハンガリーのブダペストに来ています。1泊2日のだいたい24時間くらいしか時間がないんですけども、24時間でどれだけブダペストの街を観光できるのかっていうのを一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。今は、Airbnb に到着をしたところで、これから街に繰り出したいと思います。それでは行ってきます。すごいね、時間そんなきっかりみたいな。2枚で5000なんて読むんだっけ忘れちゃった。わかるね。あったあった。もうすごい取りにくいね。ちょっとこれは手が大きい人には不便です。ありがとう。これから24時間旅行が始まります。それでは行きましょう。なんかピッてしたね。行きます。ハンガリーのエスカレーターは速いです。危ない危ない。かなり速いです。速さ伝わる。どうやって伝わるか分かんないけど。せっかち。やばい、めっちゃ速い。漁夫の砦にやってきました。ここから景色がめちゃめちゃいいらしい。楽しみ。ここハンガリーの首都ブダペストはドナウの真珠とも称される東ヨーロッパを代表する本当に美しい街です。目の前を流れるドナウ川、両岸に栄えた歴史ある景観はなんと世界遺産にも登録されています。ここ漁夫の砦はハンガリー建国1000年を記念して1902年に建てられました。今なおこうして美しい景色を眺めにたくさんの人が訪れています。ちなみに漁夫の砦は無料エリアと有料エリアに分かれていて、ここから上に登るには別途チケットを買う必要があります。無料エリアだけでもこのように景色を楽しむことができました。鳩が乗ってる。あ、もう一匹来た。2匹乗った。分かって乗ってるよね。ねえ、乗ってるよね。すごいあれかな、シーズンに向けて工事が急ピッチで。進められてる感じかもしれない。チューリップ咲いてるよ。珍しいな、こんな感じで。ね。そうか、もうこの時期か。ね。日本のチューリップも咲いたって連絡そうか。続いて漁夫の砦から歩いて15分の場所にあるブダ城にやってきました。13世紀に建てられたブダ城はその歴史の中でたくさんの戦争の舞台となったため、破壊と修復をその都度繰り返してきました。今のブダ城の姿はまさにハンガリーの歴史を象徴しています。あ、飛行機が近い。空港が近いんか。おお。これカラス？なんか色薄くない？違う。うん。あ、そすごい。んなでかいやつ。おお。すごい。そのでかいやつどうすんの？ピーナッツあれ？ピーナッツつくんかな？すごいすごいすごい。ああ。取られると思ったから。安全な場所に、いや、敵があっちにおった。ああ、うわ狙ってる。おお。おお。やっぱ狙ってる狙ってる。丘を降りてドナウ川に架かるセーチェニーの鎖橋にやってきました。ブダペストはもともとドナウ川西岸のブダ地区と東岸のペスト地区に分かれていました。1849年に鎖橋が建設されたことで
合併の機運が高まって現在のブダペストという一つの町になりました。どういうことで鎖橋なんやろうか。ね、なんか鎖っぽく見えるみたいな書いてあったけど、でも第二次世界大戦の時にはドイツに破壊されちゃったんやな。そこからまた作り直してここまで持っていったらしい。ハンガリーはフォアグラが有名らしいのでフォアグラを頼んでみました。このレストランはクレームブリュレスタイルのだったので、これを頼みました。いただきます。じゃじゃーん、いただきます。こちらは鴨の胸肉、美味しそうだな。私はグヤーシュというハンガリーの伝統料理にしてみました。牛肉の煮込みみたいな感じなのかな。いただきます。I first met you far and wide. How could I forget your bright eyes when you told me your name? And tell me your favorite number. Was this spell I'm under staring at the most beautiful girl? I wouldn't want to figure this out with anyone else but you. And I know you're lonely, but this song will have to do. 2日目です。これから朝ごはんを食べに行きたいと思います。朝ごはんをいただきます。なんかいろいろ頼んでみた、けどちょっと何が何だかもう忘れちゃったけど伝統ね、なんかこのお店のおすすめみたいなの。これはクロワッサン。ではではいただきます。これはココナッツですか？やったと思う。何なの？ポテト？この中に入ってるけど、なんかちょっと層になってる感じ。
かかったね。違う味食べてみて。これなんだろう、マッシュルームかな。マッシュルーム。すっごい大きい。近くで見れば見るほど大きい。すごいな。中に入ってみましょう。ここ聖イシュトゥバン大聖堂も漁夫の砦と同じくハンガリー建国1000年を記念して1905年に建設されました。ブダペストで最も大きいカトリック教会です。教会の名前の由来となっている聖イシュトゥバーンはハンガリー王国の初代国王で建国の父を称える目的で建てられました。入場料は約1000円で、別途1500円ほど払うと屋上の展望台にも登れてブダペストの街並みを一望できます。ステンドグラスやドームの細部まで美しい素敵な教会でした。さて、続いてハンガリー国立歌劇場、通称オペラ座にやってきました。パリやウィーンのオペラ座と同じく、ここでもオペラやクラシック、バレエなどの公演を楽しむことができます。また、コンサートの他に60分のガイド付きツアーも随時行っています。私たちは時間の都合でエントランスのみでしたが、その美しさが十分伝わってきました。24時間パスは大活躍です。絶対買った方がいいね、これ。もう6回ぐらい乗ったかな。もう元は取れてると思う。ドナウ川沿いを歩いていると靴の記念碑を見ることができます。第二次世界大戦の時にここで多くのユダヤ人が射殺されました。犠牲者を追悼して作られた靴のオブジェはとてもリアルで、当時の記憶をそのまま映し出しているようでした。二度と同じ過ちが起きないことを祈るばかりです。すごい、また可愛い建物のおしゃれな外観。ね、これが中央市場になってます。わあ、すごい広い。ああ、広そうだね。フォアグラですね。このパプリカも有名なあ、そうそう。これなんだろう。パッケージが可愛らしい。かわいいね。粉かな。ペーストかな。粉かな。この辺も全部パプリカだ。なんか辛いのと辛くないのがあるんだって。あ、ほらこれもチカチカしちゃう。スイートとスモーク、いろんなタイプがあるらしい。
ぱい量がある。ね。すごいな。これ本物？サンプル？サンプルとかないやろこっちは。ないか。日本か。なんかハンガリーのストリートフードってやつ。ストリートフードってやつ。ソーセージいっぱい入って、チリソースとバーベキューソースがかかってるやつですね。そうですね。いただきましょう。なんかソーセージも何種類か入ってるのかな。うん。結構ピリ辛。辛い。はうん。い。美味しい。パンも食べれるよね。食べられへんパンではない。なんだパンですか。なぞなぞ。なぞなぞ。美味しそうだね。うん。アイスクリーム。アイスクリーム召し上がり。Is that thing okay? Thank you. Bye bye. なんかもうプディングとストロベリーソースというなんかもう謎かも。いただきます。美味しい。食べ応えはってる。これにてブダペスト観光24時間終了です。私たちは今回行かなかったんですけども、ブダペストには温泉もあるので、もし時間のある人はそういった温泉施設に行くのも楽しいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。